解説。1961年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1961年ってどんな映画があったとしか知ってる？お、いい質問だな。1961年は映画史的にも結構面白い年なんだぜ。へえ、どんな作品があるの？例えば黒澤明監督の用心棒が公開された年だし、オードリー・ヘプバーンのティファニーで朝食をもこの年だぜ。あの名作たちって同じ年に公開されたの？すごい偶然。そうなんだぜ。アメリカも日本も、実力派の監督やスターたちが次々と話題作を生み出してた年なんだ。なるほど。1961年って、結構映画の当たり年だったんだね。そうそう。今回はそんな1961年に公開された名作映画たちを、ランキング形式で10本紹介していくぜ。ワクワクしてきた。それじゃあ、早速見ていこう。第10位。ウエストサイドストーリー。第10位はウエストサイドストーリーなんだね。タイトルは聞いたことあるけど、どんな映画なの？これは1961年に公開されたミュージカル映画で、ニューヨークを舞台にした現代版ロミオとジュリエットみたいな作品なんだぜ。ロミオとジュリエットってことは、悲恋の話なの？その通りだぜ。マンハッタンのスラム街に住む二つの敵対ギャング団ジェッツとシャークスの対立の中で、ジェッツの元リーダーだったトニーと、シャークスのリーダーの妹マリアが恋に落ちるんだ。うわぁ、それってすごく切ない展開になりそう。そうなんだ。ダンスと音楽が融合した映像は当時としては斬新だったし、ブナイトやマリアなどの楽曲も名曲揃いなんだぜ。ミュージカルって聞くとちょっと敷居が高そうだけど、ストーリーがしっかりしてるなら見てみたくなるね。しかも監督はロバート・ワイズとジェローム・ロビンズの共同監督で、ダンスシーンの演出も圧巻なんだ。アカデミー賞でも作品賞や監督賞を含む10部門を受賞してるんだぜ。すごい。まさに映画史に残る名作って感じだね。ああ、そして主演のナタリー・ウッドとリチャード・ベイマーの演技も魅力的だし、敵対するギャングたちのダンスでのバトルがとにかくかっこいい。今見ても色褪せないパワーがある作品だぜ。そういうクラシックな映画こそ、改めて見ると新しい発見がありそう。まさにその通り、今見ても感動できる、そんなミュージカル映画の金字塔だな。第9位。エクソダス栄光への脱出。第9位はエクソダス栄光への脱出なんだね。タイトルだけ聞くとちょっと重そうな雰囲気があるけど、どんな映画なの？これは第二次世界大戦後、ナチスの迫害から逃れてきたユダヤ人たちが、パレスチナへ移住しようとする実話をベースにした壮大な歴史ドラマなんだぜ。実話なんだ。それは感動しそう。物語はどこから始まるの？舞台はキプロス島から始まるんだ。そこにはイギリスによって交流されているユダヤ人難民たちがいて、彼らがエクソダス号っていう船で脱出しようとするんだよ。タイトルのエクソダスって、脱出って意味なの？その通り、旧約聖書の出エジプト記と同じ言葉だな。映画ではアリ・ベンカナンっていう主人公が登場して、彼がユダヤ人たちを導いていくんだ。かっこいいヒーローっぽい。誰がその役を演じてるの？ポール・ニューマンだぜ。彼の力強くも繊細な演技が高く評価されてるんだ。へえ、ポール・ニューマンって聞いたことある。ハンサムな俳優さんだよね。そうそう。当時のハリウッドでも屈指の人気俳優だったんだぜ。あと、この映画はオットー・プレミンジャーが監督してて、脚本はドルトン・トランボが担当してる。トランボって映画にもなった人だよね。赤狩りで苦労した脚本家の。その通り、彼が脚本を手掛けたことで、当時としては政治的にもかなり意味のある作品だったんだ。人種、国家、宗教、歴史、それぞれの問題に正面から向き合ってるから、単なる娯楽映画ではない深さがあるんだぜ。そういうメッセージ性の強い映画って、今の時代にも響くものがあるね。そして音楽も有名で、エクソダスのテーマは映画音楽史上でも屈指の名曲って言われてるんだ。壮大なスケールと人間ドラマのバランスが取れた、見応えある一本だぜ。第8位。アラスカ魂。第8位はアラスカ魂っていう映画なんだね。ジョン・ウェイン主演っていうことは、やっぱり西部劇なの？
そう見えるけど、正確には西部劇のテイストを持ったアラスカのゴールドラッシュを舞台にした冒険ドラマなんだぜ。1900年、アラスカで金鉱を掘り当てたサムとその仲間たちの波乱に満ちた物語だよ。へえ、金鉱を掘り当てるって夢があるね。どんなストーリーなの？主人公のサムは、仲間のジョージとビリーと共に金鉱を見つけるんだ。そして最高機を買いにシアトルへ戻る途中、ジョージの婚約者ジェニーを連れてくる約束をする。でも、ジェニーはすでに別の男と結婚していたんだよ。うわ、それはショック。どうするの？代わりにサムが出会ったのが、カフェの美人ミシェール。ジョージの婚約者の代役を頼むんだ。最初は訳もわからず同行するミシェールだけど、途中で真相を知ってもアラスカに一緒に行くことにするんだぜ。ちょっとコメディっぽい展開だね。確かにユーモアもあるけど、サスペンスも恋愛も盛り込まれてる。昔の因縁ある男フランキーや悪党ダガンが金庫を狙ってきて、サムたちは仲間と協力して立ち向かうことになる。アクションシーンも盛りだくさんなんだ。登場人物も多彩で面白そう。ジョン・ウェインが演じるサムは、豪快で情に熱い男だし、ミシェール役のキャプシーヌも魅力的。詐欺師フランキーを演じたアーニー・コバックスの開演も見逃せないぜ。最初は嘘から始まったけど、最後には真実の絆が生まれるって感じかな？その通りだ。金をめぐる人間ドラマの中で、友情、誤解、信頼、そして恋愛が複雑に絡み合っていく。最後には悪党を倒して正義が勝つ。まさに王道のアドベンチャー作品なんだぜ。アラスカの大自然も楽しめそうだし、ストーリーも濃いし、これは隠れた名作かも。第7位、悪名。第7位は日本映画の悪名。タイトルからしてただならぬ雰囲気があるけど、どんな映画なの？これは1961年に公開された傑作ヤクザ映画で、主演は勝新太郎だ。彼が演じるのは河内の無鉄砲男朝吉。無類の暴れ者として恐れられつつも、人間味あふれるキャラクターが人気なんだぜ。ふむふむ。やっぱり暴れ回るタイプの主人公なの？そうだけど、単なる暴力男じゃないんだ。物語は、朝吉が人妻落ちよと駆け落ちして有馬温泉へ行くところから始まる。でも生活に飽きた朝吉は彼女と別れて大阪に戻るんだ。展開早いね。その後どうなるの？大阪で幼馴染たちと遊郭に繰り込み、そこで琴糸という芸者と出会って惚れ込まれる。その晩、酔っ払った仲間が喧嘩を起こして、相手はモートルの差だって暴れん坊だった。ここで登場するのが民谷次郎演じる貞だぜ。おお、民谷次郎がそういう役どころなんだ。そう。最初は敵対してた朝吉と貞だけど、喧嘩を通してお互いに認め合い、朝吉は貞の親分の一家に客分として迎えられる。そして二人は次第に強い絆で結ばれていくんだ。友情ものの要素もあるんだね。琴糸が売られてしまうという事件が起きると、朝吉と貞は力を合わせて彼女を助けようとする。最後は三人で旅館に立てこもって、島の親分シルクハットと対峙する場面は迫力満点。そこへ出てくるのが、なんと女王麻生糸だ。女の親分、それはインパクトあるね。そう。彼女がシルクハットに筋を通せと迫ってくれて、最終的に仲裁が成立。琴糸は自由になって、朝吉貞と共に旅立つんだ。まさかの人情劇展開。タイトルの悪名とは真逆の、義理と人情が溢れてるじゃん。だからこそ名作なんだ。ヤクザ映画なのに、哀愁や友情、恋情までもが詰まってる。そして勝新と民谷の掛け合いも見どころたっぷりだぜ。第6位、固めのジャック。第6位は、固めのジャックって映画だね。ちょっと変わったタイトルだけど、どんな話なの？これはマーロン・ブランドが主演だけじゃなくて、監督まで務めた唯一の作品なんだぜ。ジャンルは西部劇なんだけど、すごく異色の雰囲気を持ってるんだ。ブランドって、ゴッドファーザーの人？そう、そのブランドだ。彼が演じるのはリオっていうガンマンで、親代わりの存在だった仲間に裏切られたことから復讐に燃えるっていうストーリーさ。単なる銃撃戦メインの西部劇とは違って、心理描写がすごく重厚なんだ。復讐劇なんだ。でも、マーロン・ブランドが監督って珍しいよね。まさにそこがこの映画の一番のポイントなんだ。
もともとはスタンリー・キューブリックが監督予定だったんだけど、ブランドが彼を降板させて自分で監督をやることにしたんだぜ。それって大変なことじゃない？現場では相当混乱したらしい。撮影は予定より大幅に遅れて、予算もどんどん膨らんでいった。でもその分、映像表現にはブランドのこだわりが詰まってる。特に西部劇では珍しく、湿った泥道や嵐、陰影の強いカメラワークなんかが印象的なんだよ。普通の西部劇とはちょっと違う。リアル思考って感じなのかな？そうだな。リオというキャラも、正義のヒーローじゃなくて、劇場や弱さを抱えたアンチヒーロー的存在なんだ。しかもヒロインと恋に落ちるんだけど、それがまた複雑な関係で、純粋な愛じゃない、切なさがある。うわぁ、深そう。アクションだけじゃなくて、感情の揺れがポイントなのね。その通り。だからこそ評価も分かれた作品なんだ。当時の評価の中には暗すぎるとかまとまりがないって批判した人もいたけど、後年では監督ブランドの芸術性が光るって再評価されたんだぜ。見る側にも覚悟がいる感じだね。でも、そんな挑戦的な作品が1961年に作られたってすごい。まさに異端の西部劇。これ一本でブランドのこだわりと狂気とロマンが全部詰まってるんだ。見る価値は終わりだぜ。第5位、ナバロンの要塞。第5位は、ナバロンの要塞って映画だね。タイトルからして戦争ものっぽいけど、どんな話なの？その通りだぜ。第二次世界大戦を舞台にした戦争アクション映画なんだ。監督は J. リー・トンプソン。主演はグレゴリー・ペック、デビッド・ニーブン、アンソニー・クインっていう当時のスター俳優が勢揃いしてる豪華な作品だぜ。おお、すごい顔ぶれ。どんなミッションがあるの？舞台はエーゲ海のナバロン島。この島には連合軍の艦船を脅かす巨大なドイツ軍の大砲が設置されていて、どうやっても通常の軍では壊せないんだ。そこで特殊部隊が編成されて、極秘任務で島に潜入し、要塞を爆破するっていうのが物語の中心だぜ。スパイ映画みたいな雰囲気もあるね。そうそう。軍人というよりも、各分野のプロフェッショナルが集められたチームで、それぞれに得意分野があるんだ。例えば爆薬の専門家、登山のエキスパート、戦略担当といった感じでな。人間関係の衝突や裏切りの疑念もあって、単なる戦争アクションとは一味違うぜ。心理戦もあるんだ。ただのドンパチじゃないのね。ああ、それに映像も迫力満点。険しい崖を登るシーンとか、敵の追跡をかわすスリル満点の展開が連続する。さらに、当時としては珍しく、仲間の死や犠牲の重さにも焦点が当てられていて、戦争の残酷さもリアルに描いているんだぜ。そういう人間ドラマがあると、一気に引き込まれるよね。あと、この映画はもともとアリステア・マクリーンのベストセラー小説が原作で、映画化にあたってもしっかりとした脚本構成がされてるんだ。だからテンポもいいし、クライマックスに向けての緊張感の高まり方も絶妙だぜ。まさに手に汗握るって感じだね。その通り、戦争映画だけど、ジャンルを超えてスパイ、サスペンス、人間ドラマの要素がバランスよくミックスされてて、誰が見ても楽しめる傑作なんだ。特にミッション系の映画が好きなら、間違いなく刺さる一本だぜ。第4位、荒馬と女。第4位は、荒馬と女っていう映画なんだね。なんだか詩的なタイトルだけど、どんな内容なの？これはジョン・ヒューストン監督。脚本はアーサー・ミラー。主演はマリリン・モンロー、クラーク・ゲイブル、モンゴメリー・クリフトという超豪華な顔ぶれのヒューマンドラマなんだぜ。マリリン・モンローが出てるの？それは見たいかも。しかもこの映画、モンローの最後の主演作であり、クラーク・ゲイブルにとっても遺作となった作品なんだ。撮影中にゲイブルは亡くなってしまって、モンローもこの後間もなく他界することになる。まさに伝説的な一本なんだよ。それってすごく切ないね。どんなストーリーなの？舞台はネバダの荒野。夫と離婚したばかりの女性ロズリン・モンローは、カウボーイのゲイブルと出会い、彼の仲間たちと共に過ごすようになる。自由を求める彼女と、荒々しくも孤独な男たちの交流が描かれるんだ。タイトルの荒馬って、彼らのことを象徴してるのかな？そうとも言えるし、
物語の後半で実際に野生馬を捕らえるシーンがあって、それが象徴的なんだ。自由でありたいロズリンと、自然を支配しようとする男たちとの対立が浮き彫りになってくる。うわぁ、テーマがすごく深いんだね。ああ、それにモンローの演技が本当に素晴らしい。彼女はセクシーアイコンのイメージが強いけど、この作品では繊細で、感情の起伏を丁寧に表現していて、女優としての実力が発揮されているんだ。なんだか演技派ってイメージがなかったけど、それを覆す作品なのかも。そして、物語のラストでは野生馬を逃がすシーンがあるんだけど、あれは単なる解放じゃなくて、人間のエゴや不自由さを象徴的に描いている。自然との共存や個人の尊厳を問う、静かだけど強烈なメッセージが込められているんだぜ。なるほど。自由って言葉の重みを感じる作品なんだね。まさにその通りだぜ。派手な演出はないけど、余韻が深く心に残る一本。モンローやゲーブルのファンじゃなくても、映画としての完成度が高い名作なんだ。第3位、荒野の七人。第3位は、荒野の七人なんだね。タイトルだけでワクワクしてくる感じがあるけど、どんな映画なの？これは西部劇ファンなら知らない人はいないってくらい有名な作品だぜ。黒澤明監督の七人の侍をアメリカ西部に舞台を移してリメイクした映画なんだ。七人の侍が西部劇になったの。それは興味ある。ああ、監督はジョン・スタージェス。主演はユル・ブリンナーだ。彼がリーダー格のガンマン、クリスを演じるんだけど、これがまた渋くてかっこいいんだぜ。他にはどんなキャラが登場するの？それがこの映画の魅力の一つ。重能ではあるけど金に困ってるやつ。正義感が強すぎて浮いてるやつ。戦うことに疲れたベテランとか、いろんな背景を持った7人の男たちが、農民たちを守るために命を懸けるんだ。人間ドラマも熱そうだね。ただのガンアクションだけじゃないんだ。その通り、最初は金のために引き受けた仕事でも、次第に彼らの心に変化が現れていく。ただ打ち合うだけじゃなくて、信頼、誇り、そして孤独っていう男たちの内面が描かれてるのが本当に熱いんだぜ。キャストも豪華なんでしょ？そうだぜ。スティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソン、ジェームズ・コバーンなんかも出てて、この映画をきっかけにブレイクした俳優も多いんだ。特にマックイーンの存在感は抜群だったぜ。そんなスターが揃ってるなんて、そりゃ名作になるわけだ。あと音楽も忘れちゃいけない。エルマー・バーンスタインが作曲したテーマ曲、マグニフィセント7は、今でも CM やスポーツイベントで使われるほど有名だぜ。それなら聞いたことあるかも。タイトル通り壮大な7人にぴったりの曲だよね。まさにそれだな。全体的に、単なる娯楽映画じゃなく、名作映画としての風格がある一本なんだ。オリジナルの7人の侍にリスペクトを持ちながらも、独自の西部劇スタイルとして完成されてるから、日本の映画ファンにも見てほしいぜ。第2位、ティファニーで朝食を。第2位は、ティファニーで朝食をなんだね。オードリー・ヘプバーン主演で有名な映画だよね。どんな話なんだろう？この映画はロマンティックコメディとして名作だけど、ただの恋愛ものではないんだ。オードリー・ヘプバーンが演じるホリー・ゴライトリーは、華やかな世界に憧れているが、その裏で複雑な事情を抱えた女性なんだぜ。ホリー・ゴライトリーって、なんだか自由で奔放なイメージがあるけど、実は心の中で色々な悩みを抱えているの？その通り、ホリーは見た目は華やかで自信たっぷりだけど、実はかなり不安定で孤独な一面があるんだ。小銭をもらって生計を立て、収監中のマフィアと接触して情報を流してお金をもらう。そんな生活を送っているんだぜ。そんなホリーが出会うのは、作家志望のポール・バージャクっていう男性だよね。彼はどんな人物なの？ポールは自称作家で、今は裕福なマダム・ニーの愛人として生活しているんだ。最初は自分を押さえつけるように過ごしていたけど、ホリーと出会ってから次第に心が動かされるようになる。ホリーに似た部分を見つけて、彼女に惹かれていくんだ。二人が関わり合っていく中で、ホリーの過去や本名が明らかになっていくんだよね。そうだ。ポールがホリーの家の前で見かけた男が、実はホリーの夫であることがわかるんだ。ポールはホリーの本名がルラメイで、
14歳の時に結婚したことを知る。ホリーは過去に大きな傷を抱えていて、夫との別れも辛かったんだ。ホリーはポールと共に夫に別れを告げ、二人の関係が深まるんだね。そう。そして、二人はティファニーに行き、ホリーのためにおまけの指輪に刻印をしてもらうんだ。しかし、その後ホリーはブラジルの大富豪ホセと結婚することを決め、ポールとの関係が喧嘩別れに終わる。お互いの気持ちがすれ違ってしまったんだね。でも、最後にどうなるの？ホリーが結婚を決めた後、サリートマトの麻薬密売に関与していたことでホリーは逮捕され、報道されてしまう。ポールはホリーを保釈させ、ホリーは自分の道を選ぶためにリオに行こうとする。でも、ポールは最後に彼女に指輪を投げつけて別れを告げるんだ。ポールが指輪を投げて別れた後、ホリーはどうするの？ホリーは雨の中でポールを追い、ついに二人は再会するんだ。そして、感動的な抱擁で映画は終わる。ホリーは最終的に、自分を取り戻し、ポールと共に未来を歩む決意をするんだ。切ないけれど、最後には二人が再び結ばれるんだね。映画全体を通して、ホリーが本当の自分を見つける過程が描かれていて、心に残る作品だったんだろうな。まさにその通り、ホリーの自由で奔放な姿には、多くの人が共感できるし、オードリー・ヘプバーンの演技も素晴らしいんだ。この映画はただのロマンティックコメディに止まらず、人間の成長や自分を受け入れる大切さを教えてくれる名作だぜ。第1位、用心棒。いよいよ第1位。用心棒って、あの黒澤明監督の名作ですよね？その通りだぜ。用心棒は1961年に公開されて、今でも映画史に残る名作だ。三船敏郎が演じる浪人、三十郎のキャラクターがすごく印象的で、正義と悪が交錯する世界観が魅力なんだ。七人の侍みたいな大作じゃなくて、もっと小規模な設定で進行するのかな？そうだな。用心棒は、戦国時代を背景にしてるけど、物語自体は小さな町の中で繰り広げられる。三十郎という浪人が、二つの勢力に挟まれた町に入って、何も知らないふりをして勝手に事件を起こしていくんだ。三十郎って、かなり作詞な人物なんだね。どんな事件が起きるの？町に入った三十郎は、まずは情報収集をしつつ、対立する二つの勢力清兵衛一家と牛虎一家の争いに介入するんだ。でも彼は単に用心棒として雇われるわけではなく、自分の思うように事態を動かしていくんだよ。うわ、すごい。最初から狙ってるって感じだね。まさにそうだ。三十郎は冷静に状況を把握し、自分の力を駆使してその二つの勢力を対立させたり、あるいは陰謀を暴いたりする。彼の頭の良さと剛腕が物語を引っ張っていくんだ。でも、三十郎がこんなに自由に動いていると、他の人たちはどう思ってるんだろう？それが面白いところで、町の人々は最初こそ三十郎を警戒するんだけど、彼がやりたい放題やるうちに、どんどん頼りにするようになっていくんだ。彼の動きに翻弄されながらも、どこかで彼に期待している部分があるんだぜ。ただの戦闘シーンだけじゃなくて、人物の心理描写や街の人々の反応が描かれるんだね。そうだ。しかも、この映画は西部劇の要素も取り入れていて、アクションシーンが本当に素晴らしい。特に三十郎の戦い方が華麗で、戦うだけでなく、心理戦のような駆け引きが見どころなんだぜ。それって、三十郎がどんどん魅力的に見えてくる。でも、最終的にどうなるの？最後は三十郎が町の運命をどう決めるかが見どころなんだ。彼がどちらの勢力とも直接的な戦いを避けながら、巧妙にことを運ぶんだけど、最終的に彼の行動が全てを変えていく。ラストシーンは切なくも印象的で、三十郎の孤独と英雄的な役割が強調されるんだ。戦うだけじゃない、計算された行動と、人間味のある孤独さが彼の魅力なんだね。その通り、用心棒は西部劇の影響を受けつつも、黒澤明監督ならではの深い人間ドラマが描かれているから、ただのアクション映画とは一線を画しているんだぜ。本当に名作だね。三十郎のキャラクターがすごく魅力的だし、ラストの切なさがまたいいんだろうな。うん。
用心棒はただのアクション映画にとどまらず、男の生き様や孤独、正義について考えさせられる深い作品だからこそ、今でも色褪せないんだ。総評またはまとめ。さて、ここまで1961年公開の名作映画ベスト10を振り返ってきたけど、どれも本当に個性豊かな作品だったね。そうだな。ウエストサイド物語から用心棒まで、それぞれが独自の魅力を持っていて、映画の歴史を彩る名作ばかりだったな。特に印象に残ったのは、やっぱり、ティファニーで朝食をかな。オードリー・ヘプバーンが演じるホリー・ゴライトリーが、ただのおしゃれな女性じゃなくて、深い孤独と葛藤を抱えていたっていうのが心に残った。ヘプバーンの演技が本当に素晴らしかったよな。でも、用心棒の三船敏郎の強烈な存在感や、荒野の7人のヒーローたちも本当にかっこよかった。それぞれの映画が描く人間ドラマが強くて、単なる娯楽映画じゃないところがいいよね。映画はただ楽しむだけじゃなくて、登場人物の成長や葛藤を通して、人生の深い部分に触れることができるんだ。そんなことを改めて感じさせてくれるラインアップだったぜ。どの作品も時代を超えて見る価値があるものばかりだったね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。